こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、授業中に子供を乗せるのが上手な先生が使うあの一言。こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。授業上手な人ね、います。上手と言ってもいろんな意味がありますけれども、授業が上手な先生たちから教わっている子供たちの共通点として載ってるんですよね。授業にノリに乗ってるわけです。で、その先生たちがですね、いろんな教育技術や知識、能力を使っておられますけれども、その先生たちに共通するある一言があるんですよね。その一言を覚えていればですね、使うことができるようになれば、すべての授業で子どもたちは載せることができるとまではもちろん言わないんだけれども、教師として持っておくべき必要な非常に重要な教育技術であることは間違いないわけです。なので、この動画最後までご視聴いただければ、授業で子どもたちを乗せるのが上手な先生の共通点であるその一言、何なのかが分かり、明日から使えるように即なっていくと思います。よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。さあ、それではやっていきたいと思うんですけれども、例のごとく結論からね、お伝えしていきたいと思います。結論はですね、誰かアイディア、何かいいアイディアある人、ちょっと教えてくれる？この一言ですね。もう一回言います。なんかいいアイデアある人、誰かいないかい？教えてくれる？この一言ですね。この一言で子供たちの姿勢、態度がぐっと前のめりになります。例えばですよ。じゃあ、調べ学習をするとしましょうか。じゃあ、戦国時代について今から調べ学習に入っていくっていうことがあるとしましょう。授業を子供たちを載せるのがすごく上手な先生っていうのはこんな問いかけをします。今から調べ学習するんだけれども、何をどういうふうに調べたらいいかね、ちょっとわかりづらいね。なんかいいアイディアある人いないかいっていうふうに尋ねるわけですよ。するとポロポロっと手が上がってきて、なんかタブレットで、いつも先生が使ってる NHK フォースクールとかいいと思います。ナイスアイディア。他にいるかい？自分が調べた時にこんなサイトがあったよ。ナイスアイディア。まだあるかい？はい。廊下に、武将の本が並んでたんで、漫画ですけど、漫画で調べるっていうのもいいんじゃないのかなと思います。ナイスアイディア。まだいるかい？はい。えっと、廊下の本じゃないんだけど、図書室行ってもいいですよね、先生。ナイスアイディア。行ってもいいよ。他にまだあるかい？はい。先生、校長室の前に、なんか戦国かわかんないんだけど、昔のなんか人の持ち物の展示物があったのをちょっと覚えてるんですけど、あれを実際にちょっと見学に行くっていうのもいいかもしれません。ナイスアイディア。バッチリじゃないですか。他にいるかい？シーン。だいたい意見が出揃ったっていうことですね。で、そこで一つこちらからも補助をしていく。じゃあもう一個、先生からも一個アドバイスがあるんだけれども、言っていいかな？みんなが全員が持ってる、これ、じゃん。はい。資料集です。ね、みんなが持ってるしね、お手軽だよね。この資料集も使っても構いません。今、黒板に書いたタブレットのリンク、リンクというかサイト名、そして本、あるいは校長室の場行ってみる？で目の前にある資料室、資料室じゃない、資料集を使ってもいいからね。こんなものを駆使しながら、今からの残り時間、そうだね、20分から25分間ぐらいね、あると思いますから、戦国時代の武将についてたくさん調べていきましょう。質問ありますか？いいですか？では始めよう。いってらっしゃいよ。レッツゴーというふうにやると、子供たちがーっともう乗っていく姿がもう目に浮かびますよね。これ何かっていうと、何を調べるのか、何を調べるかというか、その調べ方ですよね。調べ方を、こちらから、このサイトを使ってください。この本を見てください。この資料集を見てくださいっていうのを、最初からこう、ポン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 って指定したんじゃなくて、本当は指定したいんですよ。で、こっちにはもう授業の準備もしてるんで、算段があるわけです。その知識っていうのは持ってるわけです。だけれども、一個遠回りして、子供たちに尋ねたわけですよ。わざわざね。なんかいいアイデアあるかい？で、子供たちに尋ねると、子供たち思考が促されますから、自分たちでアイデアを振り絞ろうとするわけです。そして、自分たちから出たアイデアっていうものはより輝いて見えるわけです。与えられたものより自分たちで考えたアイデアの方が子供たちは興味を持つっていうことですね。この授業中に子供を乗せる上手い教師たちが使う一言は、何かいいアイデアありますかっていうのを子供たちに尋ねるのがすごく上手な先生。子供たちは、今日のポイントですけれども、子供たちは赤ちゃんじゃないです。中学生も高校生も小学生も小学校低学年になって小学1年生だって赤ちゃんじゃないんです。立派にこれまで生きて育ってきた知識とか経験、
生活経験とかいろんなものを持ってるんですね。だから、あの子たちには絶対できないだろうなんていうふうに思うのではなく、あの子たちでもできることがいっぱいある。まずはそれを吸い取ってあげる、引き上げてあげる。で、足りないところを補助していくっていうイメージで、授業を組み立てていくと、いい場合もね、結構あったりします。もちろん、こちらから指定する場合もあるんですよ。今日はこのサイトを使いましょうね。このサイトの中で、自由にやってみましょうっていう場合もあったりします。もちろんあったりするんで、すべてがすべてっていうことではないんですけれども、結構、時間がなかったりして、時間がなかったりするときにはですね、レールを敷きたがるんですね、教師っていうのは。で、もう指定して、これとこれともうこの中からやってみたいな風にもうずっとそれ一辺倒でやっちゃいがちな時があるんですけれども、それ一辺倒でやるとやっぱ子供たちっては乗らなくなってくるし、どんどん前のめりな姿が少なくなっていってしまうので、これ気をつけていただきたいなっていうふうに思いますね。ポイントは子供たちは赤ちゃんじゃない。彼らのもともと持ってる知識とか経験を活かしながらやっていきましょう。これは校内で研修するときに、今これご視聴いただいている方が誰かに対してプレゼンをするときってありますよね。その時にも使える技です。例えば校内研修で自分が講師の役として学校の先生方に何らかのプレゼンをするときに1から10まで全部説明する人いるじゃないですか。でも多くの先生が結構知ってる知識もあったりするわけですよ。なんだったら自分より先輩の先生も結構いたりしてね。そんな相手にですね、プレゼンをするときに1から10まで全部説明するんじゃなくて、例えば、じゃあさっきの授業で言うと、織田信長について何か知ってる人いますかっていうふうに、子供とかあるいは大人に尋ねるわけですよ。そうすると、織田信長のうんちくがいっぱいバーって出てきて、こっちも知らないようなことが結構出てきたり、するわけですよ。素晴らしいですね。素晴らしいアイデア、知識、いろんなことを持ってる人がこの中にはいるんですね。ただ、今日、信長さんだったら、ちょっと信長の幼少期についての知識が出てきてないので、どうでしょう。幼少期の信長さんのところから覗いてみたりしましょうか。それでは、いよいよ今から本題入っていきますよ。信長の幼少期。彼は一体どんな幼少期を生きていたのでしょうかっていうような、始まり方していくと、なんか、結構知識とか持ってる人ってプライド高かったりするんですよ。ごめんなさい。ちょっと語弊がある言い方でね。知識とか能力高い人っていうのは、やっぱ自分自身がそれを培ってきた今までの人生経験とかその知識自体に対してですね、プライド持ってるんですよね。それをよくわかんない、どこの馬の骨かどうかわからないやつがですね、信長はですね、こうでこうでこうでとかっていう風に説明をすることがもうその時点で、鼻持ちにならないというか、なんかこう、気に入らないわけですよ。なんかの本で見ましたけれども、人っていうのは助言されることがそもそも嫌みたいですよ。なんかね、腹立つみたいです。助言されるとね。腹立つみたいなんで、できるだけ子供たちに対しても大人に対しても、指導、指摘とか教えるっていうことが少なくなるようにしていくことが、楽しい授業を作っていく、ある意味ね、秘訣でもあったりするわけです。だから子供たち、同僚の先生、あるいは地域で何か PTA でプレゼンするときなんかのそういう機会があったらですね、たくさんの知識、経験持ってる人たちがいますから、まず彼らの知識、経験を最初にね、吸い取っちゃう、吸い上げちゃうっていうところがすごく結構ね、使えるテクニックだったりしますんで、ぜひぜひ使ってみてください。そして、授業がお上手な先生たちは結構これをやっているっていうことですね。子供を乗せるのが上手っていうことでした。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、授業中に子供を乗せるのが上手な先生が使うあの一言っていうテーマでお話をさせていただきました。まとめていきましょうか。授業中に子供を乗せる、上手な先生が使う一言何だったでしょうか。子供たちにどういう一言を問いかけてあげる先生ですか。ちょっと思い出してみてください。復習ですよ。はい、大丈夫ですか？じゃあ答え言いますね。何か皆さん、これに対するいいアイディアありませんか？とか、何か知ってることありますか？だからそういうことを子供たちに尋ねてあげるっていうことですね。今日の動画が面白かったよ。明日からの授業でちょっと役に立ちそうだなっていうふうに思っていただけたら、良ければいいねとかコメントしていただけたら嬉しいし、このワンテクニック知ってるか知ってないかだけで、子供たちの関係性とか授業の流れっていうのは随分変わってくると思うんです。このたった一言だけでね。もしよければ皆さんの大切にしている同僚の先生にこの動画シェアしていただけるとすごい嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで学級経、そして学習指導に関する動画1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの
学級経営心から応援しております。また明日、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。